こんにちは、加藤です。今日も始まりました100人100作品高評会。本日の出品者はニューヨーク州から出品されましたやややさん。作品はこちら。化粧品の瓶、お好みの辛さは6辛ということで早速行ってみたいと思います。どうぞ。自己紹介。アメリカ在住、在宅勤務の社会人、40代女性。鉛筆で絵を描き始めて10日くらいです。鉛筆画は準備が簡単なのでなんとなく始めました。今は毎日30分ほど、一つの絵、とにかく毎日描くというのを目標にしています。以前ペンタブを使い人物イラストを描いていましたが、今は全くで絵の勉強もちゃんとしたことはありません。海外在住のため、日本の動画で紹介されているアイテムが手に入らないことがあります。昔から絵を描くのは好きでしたが、特に自分が上手いとも思えないし、特徴のない絵になるので、あまり真面目にやってきませんでした。ですが、そろそろ思うような絵を描けるようになりたいと思い、練習を始めた次第です。1年後の目標。写実的すぎず自分の好きな雰囲気や筆使いで味のある自分の家に飾りたくなる作品を描けるようになりたい。いいですね。その目標がはっきりしていていいと思います。解決したいお悩み。モチーフの探し方、本物とか写真とか大きさ、有機物、無機物など毎日何を描くのか思いつかない。毎日悩んでるんですね、これね。はい。お好みの辛さ6辛ということで、ご意見。初心者すぎて応募が失礼かと存じましたが、これからたくさん練習していくにあたって先生のご意見をいただければと、ダメ元で応募させていただきます。動画毎日何本も見ています。また、自己紹介にも書いた通り、海外在住で教室に通ったりすることが難しいのですが、こんなにクオリティの高い動画を配信してくださって感謝をお伝えしたく思います。こちらこそありがとうございます。あくまで素人趣味の範囲なのですが、もっと楽しく思うような絵を描けるためにどうぞご指導お願いいたします。ということで、今回の作品はこちら。制作時間3時間、延べ2日で描かれた作品で、大きさはですね、14.7×21.8、もうちょっと小さい作品なんですね。ドライメディア用のスケッチブックで、ファイントゥースサーフェスと書いてあります。という、この用紙は、ちょっと目がざらついた感じの用紙を使っているようです。気をつけたこと、奥のドロッとした不透明なリップグロスの質感、これですかね。瓶の細部をごまかさないで描くこと。はい。で、質問。さっと30分程度で描ける家の中で見つかるようなモチーフにはどういったものがいいでしょうか。毎日描きたいのでモチーフ探しが簡単だといいなと思ってます。どうしても見つからない場合は写真や想像を多めにしても意味があるのでしょうか。というご質問をいただいています。私は今アメリカの Amazon で安く買った名もなきメーカーの初心者セットを使っています。今住んでいるアメリカは紙も鉛筆も割高です。値段やメーカーにこだわらず手に入りやすい画材を使っていていいでしょうか。2つ質問をいただいています。やややさん、初めて10日目という割には結構集中してものをね観察して描いているのが作品から読み取れます。そしてこれは3つの、リップとかグロスとか、私ちょっとわかんないですけども、化粧品のいろいろなカラフルな瓶、デザインの綺麗な瓶を集めてモチーフにしているようなんですが、ちょっとモチーフ写真、ちょっとね、印刷するとき切れちゃったんですけれども、こんな感じの、結構ね、綺麗に撮れてるんですよね。手前にピントが合っていて、奥がボケている。なんでしょう、iPhone の新しいやつでしょうか。こんなモチーフを描かれている。よく見ると、これは四角いもの、これは八角形、そしてこれは五角形の、ちょっと書いちゃいましょうね。五角形の瓶なのかな。こんな感じ。こんな風にね。ここが、角が5箇所あるような感じに見受けられます。はい、そういったものですね。最初に見た時の第一印象からいきたいと思うんですけれども、これ用紙、今ね全部入ってないかな。
もうちょっとね、これ上下があるんですけれども、紙のやけに右側に寄っちゃったなと。おそらくこれは、絵を描き始めたら右側に寄っちゃったなと気づいたんだけれども、だいぶ描き進めて、今から動かすのにはちょっとということで、そのまま描き終わるまでこの位置で進めた気がするんですが、せっかくね、絵を描く上で、この描き始めに大事にしてほしいことって、当たりをつける段階では、このね、3つを含めた、ちょっと書いていきますね。この形ですね。この形、このシルエット、この形が紙の画面のどこに来るのかを気にして、決めてほしいんですね。というわけで、書き途中で気づいて動かすのが大変ってならないために、エスキースをね、しっかりやってほしいなと思います。何度もこれまで動画内で言ってきたんですが、エスキース、このような簡単な、コピー用紙みたいな粗悪な紙でいいので、こういうね、クロッキー帳とかエスキース帳って言われる、薄い紙のコピー用紙みたいな、こう用紙を束ねた、こうスケッチブックって、スケッチブックではない、こういうね、クロッキー帳っていうのがあるんですね、こういうのね。で、このクロッキー帳で、最初にこのクロッキー帳を利用してですね、今言ったこの形、このシルエットですね。1、2、3、4、五角形みたいな形なのかな。五角形もしくは六角形みたいな。この形のモチーフをまとめたシルエットありますよね。このシルエット。こんななっていて、こんななっている。これが描かれたモチーフのシルエット。そして床に映る影も含めた外側を結んだ形。こんな五角形もしくは六角形になると思うんですが、これがどこに配置されるのかをエスキース帳で考えてほしい。例えば今こんな風に書いて、で、紙がですね、これだったら横構図だと収まりがいいのかな。この上下左右の余白を見て、ここですね。ここを見て、横長のモチーフ群なので、横構図がいいのかなと考えて、本番のこの画用紙に描く際には、横構図でちょっともう少し大きめに描けると、せっかく大きな紙なのに、描かれたものがちょっとこう、縮こまって見えるというか、一部に、凝縮された感じで、少しね、もったいない感じですね。余白の使い方がもったいない。基礎デッサンをする上では、少し大きめに描く方が、細部の描写もしやすくなりますので、描く前に、この配置を決める前に、このエスキースっていうワンクッションを置いてみてはいかがでしょうか。エスキース帳、クロッキー帳なければ、コピー用紙でいいです。こんな風に。簡単なエスキースをしてみて、それで縦構図がいいか横構図がいいかを決めた上で、こういうワンクッションを置いた上で本番の画用紙に書き始める。そうすると、後から、ちょっと右に寄りすぎたなっていうことがなくなるので、その後の絵の出来栄えっていうのは結構構図に左右されるところって大きいんですよね。せっかく中身が上手に描けてるのに構図が悪いせいでちょっとこう映えないなというか損してるなっていうことよくあります。なので、それをまず最初になくすためにエスキースワンクッション置いてみて画用紙どこにどんな風に配置するのか最初に考えてみてください。次にですね、モチーフの配置についてお話ししていきましょうか。3つがきっちり重なっていて、重なっているせいで、この後ろにあるこのリップグロスですかね、の五角形の断面が見えなくなっているのがだいぶ損をしていると思います。このモチーフを見たことない人にも、どんなモチーフを描いたのかが伝わるような、そういう、ある程度伝えることができる。見たことない人にも分かるっていう、分からせることって結構大事なんですけど、あまり隠れちゃうと何が書かれてるのかが伝えにくい。つまり損しちゃうんですね。で、おそらくこれは真上から見たら五角形のこういった容器というか、簡単に書くと蓋があってボディがあって上の断面が五角形。こんなものだと思うんですね。で、それが斜めの台に置かれているせいで、形が、例えばこんな風に、その五角形の形がですね、
斜めから見ているせいで、こんな風に歪んで見えている。そういう形状だと思うんですが、ちょうどこの大事な部分、ここのポイント、ここのポイント、隠れちゃってるんですね。こことここか。右上と右下の2つの角が隠れているせいで、どんな形状なのかがちょっと伝えにくくなっている。そんな気がします。これ損しているので、ここはね、離してあげるといいです。手前の瓶のモチーフ、そして後ろに置いてあるモチーフ、ちょっと距離を空けて、形状が見えるようにしてあげる。で、一箇所離してあげれば、ここはね、そんなに、重なっていることによって、四角いものと五角形のものが分からなくなるってことはないので、全部を離すっていうことが大事なんじゃなくて、必要なところは離してあげる。見せるために離してあげる。でも、モチーフとの関係を作るために、あえて少し重ねて手前と奥っていう前後関係を作ってあげるっていうのも大事なんですね。なので、ここはいいと思いますが、ここに関しては、あえて見せてあげる方が、より伝えやすくなると思います。頑張ってね、八角形、五角形、四角形、多分そういった形状を正確に捉えるっていうのの練習として自分で選んだんじゃないかな。あとはガラス、金属、あと中が透けて見えているドロッとした質感。テーマも狙いもね、よく考えられていていいと思うんですけれども、こういった工業製品、四角いもの、八角形のものなんていうものを描くときには、やっぱり形がね、合っているって重要で、特にこの四角い、直方体みたいな、これが、口紅なんでしょうか。このね、こんなものを描く際に、パースをね、ちょっと意識してほしいんですね。で、パッと見たとき、大体良さそうなんですけれども、若干下に向けて少し広がった感じがします。そしてここもそうなんですよね。ここもちょっとね、広がった感じがするんですね。下に向けて。本来はこれ垂直なものなので、垂直、垂直、垂直って、紙に対してまっすぐになってくれればいいんですけど、もしくは上から見下ろしているので、若干下に向けてパースが下に向かってすぼまっても、そういった見え方でも悪くないんですね。今これちょっと下に向けてすぼめてみました。ちょっと下に向けて、消失点を集めてみました。こんな見え方、もしくは垂直でいいです。垂直、まっすぐ、すべてまっすぐ。直線、この紙に対してまっすぐになるようにですね。なんですけど、ちょっと今ね、広がった感じに見える。これ多分数値にしたらそんな出てこないんですよ。定規とかで測っても誤差の範囲内だと思うんですけど、この紙のエッジからの距離をちょっと確かめてみると、ちょっと傾いてるんじゃないかな、横に傾いてるんじゃないかなっていうのに気づけるかなと思います。この八角形の容器もよく書かれていますよね。同じものはないんですけれども、アトリエにもね、こんなエスプレッソメーカー、マキネッタというのがあるんですけど、これが八角形のデザインなんですね。で、八角形のデザインというのは、四角形の、アレンジ形態で、ここの面にここの面が対応する。ここの面にここの面が対応する。ちょうど反対に対応する面がある。なので、これを描く際にも、ここと対応する面が裏側にある。ここと対応する面が裏側にある。そんな風に考えて、面のですね、例えばこの四角い面の裏側、この辺にあるぞというのを、見えている表面だけの形を見て、形取りをするのではなくて、見えない裏側を想定して、形取りをしてあげるといいと思います。八角形ですけど、ちょっと単純化すると、四角形四角形、ここに対応するのが裏側のこの面。こことここが対応する。で、ここの面と対応するのがこっちの面。そんな風にお互いに向かい合う面があるんですよね。で、この四角形の立体を、この角を落としてあげると八角形になる。
考え方としてはこんな風に徐々に、あれどうなってんだ、こうなってんのか、なってんのかな。1、2、3、4、5、6、7、8、なってんだ。ここの面と、ここの面と、ここの面と、こことここ今ちょうど見えてないですけれども、1、2、3面見えている。ちょっと置き方がまずかったな。ちょっと変えよう。こうした方がいいのか。こんな風な四角の、例えばここを削って、八角形を作ると。八角形ができました。1面、2面、3面、4面、4面が見えていることにしましょうか。例えばこんな感じで。今お話したのは、この面に対応するのがちょうど反対側のここにあると。ここに対応するのがここにある。ここの面に対応するのがこれの反対、ここにある。ここですね。そんな風に、透明なものに限らず、形状、手前のこのカクカクした八角形をうまく描くためには、見えない裏側を想定した、見取り図じゃないですけれども、そういったものをね、ちょっと描いてみるといいかなと思います。でもこれちょっとあれですね、参考にと思って描いたんですけれども、なんか傾いてましたね。軸がなんか右下がりになっていて、これあんまり参考としては良くない形状で、これを見るともうちょっと丸っこい、どうだろう、円柱を元に考えた方が良かったのかな。円柱を元に軸を四角形、八角形で持たせて形を割っていく方が捉えやすかったのかな。自分のやりやすい方でいいと思います。四角形を倍にしてみる。もしくは円柱を8等分して角を作ってみる。どちらでもいいですけれども、自分のやりやすい方で見えない裏側を想定して描くっていうのを試してみてほしいなと思います。形状についてはそんなところで、あと本人が工夫したっていう、グロスのドロッとした質感はね、この紙のデコボコに対する鉛筆の使い方はよく工夫されていて、ちょっと粘度の高い、濃い色の液体の感じはね、よく出てるなと思います。あと、この作品のいいところは、物の、質感もそうなんですけれども、なんて言うんでしょう。なんかね、らしさを表現しようとして、多分これ、ガラスの透明感を出すために、ちょっと硬めの鉛筆、先を使って表現しているところ、硬い、このレリーフ状のメーカーのロゴですかね、を描いている時も、ちょっとその質感を表現するために工夫している。で、色の濃いところ、強く濃く見えるところや、粘度が高いところ、質感を出すために筆圧を変えようとしているのが読み取れるんですよね。そこすごくいいと思います。で、もう一発質感をアップするために、特にこの金属のキャップなんかを描くときには、もっと鉛筆の柔らかくて先端の尖った鉛筆、B 系がいいと思うんですけども、を使ってグリグリと、シャープで細い、ギラギラした線を強くね、思い切って入れてあげる方がいいと思います。ちょっと強さが足りない、色の濃さが足りないせいで、ぼやけた表現になっているのが、ここ残念なところです。特に光ったものを表現するときには、強い黒が入らないと、ハイライト、光ってる表現が生きてこないので、試してみてください。最後に、道具は、あるものを使っていいんですかっていうことと、モチーフどうしたらいいんでしょうっていうことについてお答えしていきましょう。理想的には、今この紙を見た感じなんですけれども、もうちょっと
いい紙が手に入るなら、割高かもしれないですけれども、せいぜい紙1枚って2、300円程度で買えると思うんですね。社会人ということですので、紙はね、値段相応です。いい紙はやっぱり高いので、粗悪な紙だと、テクニックのある上級者はどんな紙でも上手に書けるんですけれども、まだ勉強途中始めたばかりという方は、できるだけいい紙を用意した方がいいでしょう。ただ、鉛筆に関しては、それほど品質がね、安いせいで品質がすごく悪いっていうのはあまりないんですよね。書いててダマがあってちょっと引っかかったりするっていう時には引っかからない程度の鉛筆をお勧めしますけど、そうでなければ、自分にとって書きやすければ安い鉛筆でも構いません。ただ、紙はもうちょっといい紙がいいんじゃないかなと思います。で、次にモチーフ。よくね、どんなものでもいい、身の回りにあるもの、どんどん書きましょうってお話してるんですけど、とりあえず台所にある野菜、果物、そういった、日々買ってきて食べているようなもの、それ題材にして片っ端から書いていってはどうでしょうか。あと、ここを見ると工業製品っていうか、作られたものが多いんですけれども、自然物と工業製品、つまり人がデザインして作られたものを交互に書くようにした方がいいかなと思います。どうしてもね、形取りにこだわるあまり絵が硬くなっていく傾向ってあるんですよ。それができたら今度はじゃなくて、自然物、果物を描いてみて、次はお皿を描いてみて、野菜を描いてみてからカップを描いてみて、そんな風に工業製品と自然物っていうのを交互に繰り返す方が、絵が硬くならずに済むんじゃないかなと考えます。あと最後になりますけれども、海外在住でなかなか絵画教室いいのがないみたいなこと書いてありましたけれども、ウニアトリエではオンライン絵画教室も開講しています。Zoom を使いながら受講するというスタイルもありますし、描いた作品を添削してもらうというコースもあります。その他に描いた作品を LINE に添付していただいて、文字のみでアドバイスをするっていうパーソナルトレーナーコース、大きくそんな3コースありますので、通いやすい絵画教室が近くにないという方は、そういったコースもご検討ください。でしょうか。この YouTube チャンネルでは、皆様から応募いただいた作品をこの動画上でアドバイス、公表する、そういったコーナーになっています。デッサンを始めたばかりで、まだどんな風なところを注意したらいいのかわからないとか、先生がいなくて見てもらう機会がないなんていう方は、ぜひこの YouTube チャンネルに応募してみてください。詳細は下の概要欄に貼っておきますので、そこをよく読んで応募してください。1点注意事項があります。今度受験するという受験生は、受け付けておりませんのでご了承ください。それでは皆様の作品をお待ちしております。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。